どうも、ケイスケです。先日北海道に旅行に行ってきまして、久々にその北海道の旅行の Vlog を作ってるんですけども、時間がかかっていて、まだ終わらないです。ちょっと終わり次第動画公開したいと思うので、ぜひね見てほしいです。ぜひ見てください。で、さてですね、今日のテーマなんですけども、今日のテーマ AI ですね。最近 AI の話題たくさん聞くと思うんですけども、僕もね、さっき言ったみたいに Vlog を作ってる傍らいろんな作業をこなしていかなきゃいけないので、AI を活用して作業を効率化して、で空いた時間で Vlog を作るというような形をとっています。でとはいえ SNS 見てると AI すごい AI 使わないと時代遅れみたいなね情報いろいろ出てきたりすると思うんですけども、でもぶっちゃけ自分の生活にどうやって活用するのかわからんって人多いんじゃないでしょうか。でもちろん僕もそっち側の人間で AI 使っててもなんかちょっと聞いて返してっていうのができるぐらいで、本当なんかうまく活用できてないなってずっと思ったんですけども、やっとこの本当 1,2 ヶ月ぐらいで、自分の作業の効率化にね当てることができるようになってきました。本当真面目に AI を使うことによって面倒な作業っていうのがキュッと短縮されて、空いた時間をクリエイティブなことに使うというのが最近はできています。ということで今回はその AI の活用法の話ですね。本当 SNS でねさっき言ったみたいな AI がすごいとかそういう話はあるんですけど、じゃあ実際に使うのっていう部分がかなり抜け落ちてると思ったので、今回はそこのところの話、自分が実際に使ってるもの、基本編と動画編集編と、あとはちょっと応用編、マニアック編っていう感じで3部に分けて AI の活用法っていうのを紹介していきます。でその AI の活用法に加えてどの AI を使うべきか、この活用するときにはこの AI 使いますっていうおすすめも含めてご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速いってみましょう。はい、ということで今回はこれがないと生きていけないっていうレベルの日々の作業が爆速になる AI の活用法をご紹介していくんですけども、まずちょっと前提として最近本当ね、さっきも言った通り SNS で煽ることがねすごい多くなってるような気がします。で極端な話言うと AI 使ってないと時代遅れみたいなのねすごく多いんですけども、僕はねそんなことないと思ってます。もちろん AI 使った方が活用はできると思うし、作業も効率化できます。できるけど、この AI の進歩って本当使ってると分かるけどめちゃくちゃ早くて、1個マスターしたものが 2,3 週間後には他の AI でもできて、でさらにここで使った知識とかなくもう最初からできちゃうみたいな、そのぐらいスピードがめちゃくちゃ速いんですよ。なのでもちろん情報を追うとか使えることっていうのはアドバンテージにはなるけど、じゃあそれが数週間後になったからめちゃくちゃ差が開くってことは絶対にないです。数週間後はもっと便利な方法が開発されたりする、そういう世界なので、そんなに焦る必要は僕はないと思っています。本当に何が言いたいかというと、 AI っていうのは様々だし、どの AI が合うかっていうのも人によって様々なんですよね。なので自分のペースで自分に合う AI っていうのを見つけて、それを中心に使っていくっていうのが一番ベストだと思います。今回の動画では、活用法をご紹介しながら、この AI 自分に合ってるかもなっていうのを探していただいて、でそれを徐々にね自分の生活に取り入れていただければという感じで発信してますので、焦る必要は本当にないということだけ先にお伝えしておきます。さて、では AI の活用編、まず基本編からいきましょう。これマスターするだけで1日の使える自由時間が、1時間ぐらいは増えるんじゃないでしょうか。まず1つ目、メールの文章の作成です。もうこれ定番中の定番なんですけども、僕みたいな仕事をしてても1日だいたい4件か5件ぐらいは仕事のご相談をいただくことが多いです。でそのねもちろん全部をお受けできるわけではないんですけども、なるべくね無視せず返したいじゃないですか。でも一個一個メール打ってると本当にそれだけで1日終わるんですよ。僕みたいな仕事じゃなくても、例えば友達で言うと弁護士の人とか、そういう人は本当にメールが多いと思うので、それ一個一個丁寧に返信してると時間がかかってしまう。あとメールの返信に考えちゃう人っていうのもかなり多いと思うので、そこのサポートをしてもらうとかなり効率が上がります。これは僕はジェミニかチャット GPT を使ってるんですけども、僕の場合はそのメールをチャット GPT とかに貼って、でそれに対してこうやって返信して、例えばこれはこのぐらいの費用で受けれますとか、スケジュールはこんな感じですっていうのを、ざっくり要件を箇条書きにして、でこれで返信してくださいってポチって押すと、大体いい感じのメールができます。はい、でそれをGmail とかにポンと返信の欄に貼って返信するという形にして使っています。気をつけてほしいのは、やっぱどうしても AI が作った文章っていうのが最初の状態だと分かるんですよね。例えば AI 独特のアスタリスク2個みたいな
はい、こういうのとかはめちゃくちゃ AI っぽいので、そういうの削除したりとか、あとはちゃんとね自分が書いたって思えるように見直すってことは大事なんですけども、ベースのメールを作ってもらうっていうのはすごく楽なので、ぜひねこれは試してほしいなと思います。でメールに関しては僕は Gmail を使ってるんですけども、 Gmail の場合はもう右のところに Gemini のね普通にサポート、文章サポートみたいなのがついたりするので、そこで要件入れちゃえばすぐにねメールに使うこともできます。であと普通のビジネスマンじゃなくて、例えば弁護士の方とか不動産関係の方とか、なんかメールの返信のね定期が決まってる方っていうのはどうやらクロードがねかなりいいらしくて、僕の周りに聞くとクロードで作ると本当にその精度がいいということなので、そういう特別色というかもう定型文がかなり決まってるよって方はクロードを使うのもおすすめします。はい、次活用法2つ目、 Google カレンダーへの予定の追加です。これは主に Gemini を使ってますね。Gemini に Google カレンダーを連携していて、例えばメールとかで来た内容っていうのをGeminiにこの時間に予定入れといてっていうように指示すると、 Google カレンダーのその時間に予定が入ってくれるというような設定ができます。これね意外と忘れちゃったりするんで、サクッと AI に頼むっていうのが結構便利だったりしますね。あとは文章で打つのめんどくさいって時には音声入力してる人とかも見かけます。そして次3つ目、ファイルの整理ですね。僕ねこの MacBook 使ってるんですけども、この MacBook のダウンロードフォルダとかピクチャーフォルダとかめっちゃねデータすごいことになってるんですよ。でどこにどのデータがあるか分かんないみたいな状況になってしまっているのを AI を使って整理をしたりしています。これは Claude っていう AI を使うんですけども、 Claude を使うとパソコンの一部のアプリに Claude に権限を与えることができて、Claude 側で Mac の Finder っていうのをいじることができます。なので Claude に例えばダウンロードファイルをこういう風にいじってみてっていう風にすると整理されて、例えば PDF は一緒にまとめてもらうとか、画像はこういう風にまとめてもらうっていう指示をしてあげれば、ダウンロードファイルがスッと綺麗にまとまります。割とデータ管理とか苦手な方は AI に任せてみるのもいいかもしれません。次4つ目、資料の要約ですね。これはどの AI でもできるんですけども、僕がよく使っているのは Google のノートブック LM っていうのを使っています。もちろん Gemini とか ChatGPT もできるんですけども、Gemini とか ChatGPT の場合っていうのは、例えば PDF を要約しようとした場合、PDF をアップロードすると検索とか今までの情報っていうのもまとめながら要約してくれるんですよね。でそれはそれで便利なんですけども、嘘が混じっちゃったりすることもあるというのが若干難点で、それを解決したのがノートブック LM で、ノートブック LM も完全に間違わないってことではないんですが、参照元を指定できるんですよね。要はこの PDF だけとかそういうのを指定できたりします。僕の場合はこの前便利だなと思ったところで言うと、MacBook とか新製品発表されたじゃないですか。その時に Apple の公式サイトをノートブック LM に読み込んで、どこが変わったのか、要は MacBook Neo 新しく出たけどどこが変わったのかっていうのを出してっていう風にすると、その要約を出してくれたりします。PDF だけじゃなくてウェブサイトとかいろんなものを入れて要約するってことができるし、あとは海外の文章、英語の文章っていうのも日本語にすることができるんで、かなりこの要約は使う場面多いんじゃないでしょうか。そして5つ目、旅行のしおり作りですね。しおりというか旅行の予定作りに僕はよく使っています。僕は年間本当に 4,5 回は海外に行くんですけども、一個一個予約するの結構めんどくさいんですよ。で予約するときにどこ行けばいいか分かんない上にどのホテルがいいかも分かんない、こういう状況に陥りがちなので、まずは AI に相談して AI が出してくれたベースを元に編集するようにしてます。これに関しても別にどの AI でもいいですね。チャット GPT でも Gemini でも何でもいいと思います。AI に依頼をするときになんですけども、例えば今度フィンランド行くんですけども、フィンランドでこれがしたいとかそういう条件を追加してあげると、大体こんな感じで進むといいですよとか、そういう提案をしてくれたりします。あとはこの付近でホテル出してその比較表出してくれとかね、うちの妻は使ったりするって言ったんですけども、そういう風にすると料金の比較とか口コミでこういうのがありましたとかそういうのも出してくれたりするので、これもかなり便利ですね。次6つ目、企画の壁打ちです。YouTube やってると、YouTube だけじゃなく会社員やってると企画をね出してくれっていうタイミングがあると思うんですけども、企画の壁打ちに僕はよく使ったりしてます。でもちろん AI の企画をそのまま採用するわけじゃないんですよ。ないんですけども、自分がゼロから企画考えるよりもなんか他人にアドバイスする方がうまくできる時ってないですか？僕そういうことちょこちょこあったりするんですけども、どうしても企画がやっぱ思い浮かばない時っていうのは、僕の場合は AI にとりあえず20個ぐらい出してもらって、でその中からこれはいいこれはダメとかそういうのを選定して、じゃあそれをもう少し具体的に深掘りましょうってことでまた壁打ちしたりとか、そういう形で AI を活用してたりします。
そっからこの企画やるんだったらこっちの方がいいかもねっていう全然別の企画になったりとかすることもあるので、やっぱ相談相手としての AI の使い方はかなりねいいなと僕は思ったりしてます。それで相談に使うときは僕は Google の Gemini を使うことが多いですね。で、7つ目、画像プレゼン資料の生成。これにもかなり使っています。特に僕が使っているところで言うと YouTube で使うインフォグラフィックとかですね、こういうやつをデータを AI に読み込んでそれから出力するようにしてもらってます。で、特に有名なので言うと Google のナノバナナ、これは超有名なんですけども、ナノバナナプロっていうのを使うと本当に画像生成がかなりうまくいくという話があって、ジェミニに作ってもらったり、僕の場合は、マナスっていうね AI エージェントがあるんですけども、画像生成は結構マナスに依頼してマナス経由でナノバナナプロっていうのを使って生成したりしてます。で、マナスの方がなんかやや精度がいいんですよね。なので僕はねマナスっていうのを使うことが多いんですけども、どうしてもねクレジットの消費が激しいので、相談事、普段のちっちゃい相談事はなるべくマナスじゃなくチャット GPT とかジェミニにしようって形で使い分けています。で、そういうインフォグラフィックだけじゃなくて、例えばプレゼン資料も最初から最後まで作ってってこともできたりもするし、あとはこの人の顔だけ明るくしてみたいな実写をベースに編集するってこともできたりします。ちょっとした編集明るくするぐらいだったら、ぶっちゃけね Photoshop とか Lightroom 使った方が僕は早かったりするんですけども、ちょっと他の作業もしながらやりたいよっていう時に投げといて他の作業をするとか、そういうこともできたりするので画像編集はかなり使っています。あと画像の解像度を上げるとか、そういうのも使えたりするんで、例えばなんか送られてきた画像がめっちゃ画質悪くてちょっと解像度上げながらウェブサイトに使いたい、そういうこともできるんで、ぜひね活用してみてください。で、基本編ラスト8つ目ですね。8つ目がニュースの取得です。僕はこれ毎朝9時頃にニュースをね AI から情報としてもらうようにしてるんですけども、例えば僕の場合は普段カメラとかガジェットの話っていうのをよくしてるので、今何が話題でどういうのが流行ってるか、そういうのもキャッチしたいんですよね。ということでプロンプトを出しておくんですけども、こんな感じで今話題になりそうなものを出してくださいというものを入れたりしてます。で、そのピックしてもらったものを、毎日ほんと新聞を見るかのようにニュースを見て、こういうの流行ってんだとか、これ気になるなっていうガジェットをチェックして、で、自分の動画に活用したりとか、あとは本当に買ったりとかいうのもしてたりします。で、僕の場合はこれをジェミニの定期アクションっていうのに入れてるんですけども、これも簡単で、普通にジェミニにこれを定期アクションに入れてくださいっていうふうに指示をすると、そのままジェミニ側が読み取って定期アクションに入れてくれます。今までだと自分で定期アクションに行って入れに行かなきゃいけないみたいなね作業が発生してたんですけども、もうチャットベースでこれ定期アクションにしてくださいって言ったらできる時代になったので、本当試しに設定するのをおすすめします。そのねガジェットだけじゃなくて、例えば自分が知りたい、株価だったりとか、そういう情報とかも定期的にプッシュしてくれたりするので、これもかなり便利に使えそうだと思うので、ぜひ使ってみてください。ケイスケの動画、はい、ここまで基本編ご紹介してきました。こっから動画編集編ご紹介していきたいと思います。ただ動画編集に関しては一番重たい作業、カットとかの部分がまだまだ精度が良くないなと思ってるんですよね。なので、動画編集メインっていうよりかは YouTube に公開するまでのフローも含めて僕が効率化している部分をご紹介していければと思います。で、動画編集編まず1つ目、目次チャプターの生成ですね。で、これは全部 AI にやってもらってます。やり方で言うといくつかあって、作った動画の音声ファイルっていうのを用意して、それをジェミニとかに読み込んでどのタイミングでチャプターを作ったらいいかっていうのを提案してもらうっていうパターンもあるし、他に僕がやってるところで言うと、Final Cut Pro っていうね編集ソフトで僕は編集してるんですけど、そこであらかじめマーカーをつけておいて、でマーカーつけたスクショっていうのをチャット GPT にペッて貼って、そこから目次作ってっていうと目次を生成してくれたりします。でそれを概要欄に貼ってっていう形で毎回ねチャプター作ったりしてます。毎回本当今までは打ったんですよ。0分00秒にこの話、何分何秒にこの話っていうのを手打ちしてたんですけども、これはかなり変わりましたね。本当に10分とかかもしれないんですけども、1日10分作業時間がね短縮されるだけでかなり楽じゃないですか。もう超感動してますで、動画編集編2つ目、構成案と台本の制作ですね。でこれも僕の場合は台本とか一応作ってあるんですけど、あんまり読んでなくて、でこれも構成案とか台本のベースを作ってもらうって感じです。もうあくまで作ってもらったものそのまま使えるかでいうと、そんなことはないというか、なんか AI 感が出ちゃうので、僕はあんまり好きじゃないんですけども、ベースとしてやっぱ出してもらうとちょっと
理解が深まるというか、一回出してもらって、いやここはこうの方がいい、ここはああの方がいいって言って自分で編集していく。そうすることによってかなりクオリティの高い動画が出来上がるかなと思ったりしてます。あとは僕の場合レンズとかガジェットのレビューっていうのが多いので、なんか自分の視点だけだとどうしても見逃す部分っていうのがあるんですよね。他の人だとこういうのが気になるとか、そういう意見も吸い上げたいじゃないですか。そういう時のために一回 AI を挟むことによって、別の人はこういう視点がありますみたいなのを引っ張ることができて、じゃあそれも検証項目に入れようとか、そんな形で企画を整理して動画撮影編集したりしています。あと楽なのはもしかしたらショート動画ですね。僕まだちょっとね活用できてないんですけども、僕のスクリプトっていうのを読み込ませておいて、普段はこうやって話してますっていうのを、じゃあこのガジェットだったらどうやって話しますかっていうのをAI に作ってもらう、そんな感じもやってもいいかなと思ったりしてます。それだとマナスに入れたりとか、ノートブック LM とかも、自分のベースの情報っていうのを入れることができるんで、その辺で使えそうだなと思ったりしてます。で、動画編集編3つ目、フルテロップの生成ですね。これは僕1個前の動画でね、紹介したんですけども、View っていうソフトを使ってます。で、このソフトを使うと、ある程度カットした状態のクリップっていうのを View に読み込めば、ほぼ手直しが必要ない状態でフルテロップが完成します。で、それを一回テキストで書き出して、ジェミニに誤字脱字を修正してもらって、もう一回読み込むと、もう本当に直しが必要ないような、たまに音声認識がうまくいってない時だけ修正して、それ以外の部分はそのままいけるよって感じのフルテロップが出来上がります。今までね、フルテロップなんて入れてなかったんで、フルテロップ入れるだけで、例えばイヤホン忘れた人とかが電車内で動画を見るときに役立ったりとか、そういうのできるかなと思ってフルテロップを最近は入れるようにしてます。でもこれ今後もフルテロップにするかどうか結構迷ってて、ちょっとその意見もぜひねコメントで欲しいなと思います。フルテロップにするか、要点だけテロップにするか迷ってますね。で、最後動画編集編4つ目。これは動画編集っていうか YouTube 活用なんですけども、レポートを出すようなこともやってもらっています。具体的に言うと YouTube のアナリティクスっていうののレポートを出して、アナリティクスのね Excel データっていうのを引っ張った上で、それを AI にインポートしてどういうインサイトがありますかっていうのを聞いたりしています。先月のこの動画伸びなかった理由は何かとか、どういうテーマの動画が伸びやすいとか、そういうレポートを出してくれたりするので、自分なりに気づかなかったポイントっていうのを AI が気づいてくれたりとか、そういうふうに僕は活用しています。で、あとレポートを活用するときに、ただレポートを入れるだけじゃなくて、どの情報が欲しいのっていうのを AI に聞くと、この情報があればこれ出せますっていうのを言ってくれるので、じゃあそれをエクスポートして、で新しいインサイトをまたもらうというような形で活用ができるので、マーケティングがあんまり得意じゃないよって人は特に結構いいんじゃないかなと思ったりしてます。ケイスケの動画。はい、ということでここまで基本編、動画編集編話してきて、最後3つだけちょっとマニアックな僕の AI の使い方をご紹介していきたいと思います。本当応用編って感じでこういう使い方もできるよというので頭に留めてくれると嬉しいなと思います。で、マニアック編の1つ目、全部で言うと13個目が請求書の作成ですね。僕の場合は会社に所属してるわけじゃなくて個人事業主でやってるので、外部のね請求書作成サービスとかを使って請求書を作っています。でもそのログイン情報とかを AI に渡しちゃって、この請求書作ってって言うと請求書出てくるような感じにしちゃっています。で、これやるときは僕はマナスっていう AI を使うんですけども、このマナスがすごいのは Web のログイン情報とかで Web にログインしてそこで作業ができるんですよ。ジェミニとかだとログイン情報を与えてもできないじゃないですか。できないけど、マナスはちょっとそのログイン情報とかも渡してあげると、そのログインした先で請求書とかを作ってくれるというのがあります。結構僕は個人事業主やってて、請求書の作成めんどくせーって思って、ちょっと時間を置いちゃうとか、そういうのがあったんですけども、最近はもう AI にパッて頼むだけで請求書がピュって送られてきたりするんで、もうそれ超楽だなと思って使っています。そういう事務作業は本当 AI を使う方が効率化できますね。で、マニアック編2つ目がインスタグラムのストーリーズ投稿です。これもね、最近マナスでできるようになりました。僕結構このマナスって AI 使うことが多いんですけども、さっきも言った通りマナスの一番いいのが Web から入れるところ。そして、このマナスって実はこのメタっていう会社がやってるんですよね。メタって要はインスタグラム、Facebook の会社がもう持ってるんですけども、そういうのもあってインスタグラムに連携できるようになりました。で、ぶっちゃけね、普通にストーリーズ投稿するだけならスマートフォンからやった方が楽だと思います。なんですけども、例えば動画の内容、僕だったら動画を投稿したから、それをもう少し分かりやすいように5枚のストーリーズに分けて投稿したいとか、そういう時にある程度スクリーンショットとかを撮って1枚目これ2枚目これでなんとなく要約しながら作ってっていう風に指示すると、画像生成してくれたりもしながらインスタグラムに投稿できたりします。僕はまだねそこまで実は活用ができてるわけではないんですけども、特に企業アカウントの方とかは、ど
どうしてもね自分でこう手動でやると人間のミスが出たりとか、事前チェックができなかったりとかするみたいなねこともあったりすると思うので、そこを AI を使ってあげると1個ハブになって、使いやすいんじゃないかなと僕は思ったりしてます。最後マニアック編、ちょっとね似たような話なんですけども、動画内容からのテキスト作成ですね。で僕の場合は動画ね日々作ってるじゃないですか。それさっきインスタグラムだったんですけども X とかにも投稿したいんですよ。でいつも YouTube の告知とかだけしかね投稿できてないんですけども、いやいやそうじゃなくて、もう X でもね X の投稿を見たら動画の内容全部わかるぐらいに投稿した方が便利じゃないですか。X しか使わない人も多分多いと思うので。なのである程度僕の動画っていうのを読み込んで文字起こしして、そこからコンテンツをちょっと要約してもらうとか、そういう風にしてあげると時短になるかなと思っています。これに関してはさっき言ったマナスも使えるし、ノートブック LM とかそういうのも活用しながら作れると、かなり楽だなと思ったりします。ケイスケの動画。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は僕が実際に使っている AI の活用法15個ご紹介していきました。この AI ってよくね話が上がるときに人間の作業とか仕事を奪う敵としてね見なされがちなんですけども、そうじゃなくて僕にとっては自分のやりたいことをするための時間を確保する最高の相棒なんですよね。ぶっちゃけね僕の場合は作業効率化しつつもその空いた時間を動画のクオリティ上げるとかそっちの方に使っちゃってるんで、結局めっちゃ空いてる時間があるかって言われるとそうではないんですけども、でもクオリティ上がってるのはねいいことで、コーヒーをゆっくり一杯味わう時間っていうのもできたかなと思っています。最初の方にもね言った話ではあるんですけども、 AI は本当進化が早すぎて全部追うのは多分無理です。本当不可能に近いと思ってるし、全部追うのは無駄だとも思う。全部網羅的に追ってると逆にそれに時間がかかりすぎて自分がやりたい作業の効率化っていうのができなくなってくるんですよね。なので本当に焦る必要なくて、今回紹介した中からこれ便利そうだな、これ自分に合いそうかもって思うものを本当に一つぐらい活用してみると、なんとなく AI のね解像度上がっていくと思いますので、ぜひ自分のペースで AI も使ってみるといいんじゃないかなと僕は思います。でもちろんね今回ご紹介した使い方っていうのはあくまで僕がこう使ってるよって話なので、もっともっと面白いいろんな使い方あると思います。ぜひこんなんで使ってるよっていうのもあればコメントいただけると嬉しいなと思ったりしております。本当に僕も参考にさせてもらいます。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もちょっとね鼻声でした。いつ花粉症終わるんでしょうか。ちょっと花粉症の対策あれば皆さん教えてください。よろしく。こういうのはあんまり AI 頼れないですね。